はい、始まりました。今夜もレートナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。私たち、みさきとのぞみがお届けします。よろしくお願いします。よろしく。ねえ、みさき、突然なんだけど、何？ポッドキャスト界の女王に私はなる。何？ルフィじゃん。言ってみたかっただけなんだけど、でも言うと本当になりそうじゃない？わかる気がする。宣言ってなんか力あるよね。ね、なんかアファメーションみたいな感じあるよね。あ、自己暗示。そうそう、それに近い考え方が日本にも昔からあって。あ、もしかして言霊？そう、ということで今夜のテーマは言霊です。なんかスピリチュアルっぽいけど日常にめっちゃある話だよね。そうなの、身近な話だから最後まで聞いてみてくださいね。まず、言霊ってそのまま読むと言葉の魂みたいな感じ？そう。ことは言葉。玉は魂とか霊っていう意味。つまり言葉に魂が宿ってるってこと？そういう考え方。昔の日本人は言葉はただの音じゃないって思われてた。へえ。良い言葉を口にすると良いことが起きやすい。悪い言葉を口にすると良くないことを引き寄せる。みたいな。なんか言ったことが現実になるみたいな感覚？まさにそれ。昔の日本人って言葉をかなり大事にしてたんだよね。呪文とかお祈りとかも言葉の力を使ってるってことか。そうそう。神社で願い事を声に出すのもそういう感覚とつながっているのかもしれない。ああ、願い事って心の中で思うだけじゃなくて言葉にすることに意味があるんだね。うん。言葉にすることで現実に近づけるって感じかな。日本人って確かに言葉を気にするよね。受験シーズンの時とか。日常生活でも落ちるって言葉を言わないようにするよね。あと滑るも言わないようにするよね。懐かしいな。ああ、滑るもダメだね。受かる、合格するしか言わない。そして受験の前の日にはカツ丼を食べる。そうそう、カツにかけてね。あれも一種の言霊文化だよね。そうだと思う。あと数字もそうで、4と9って日本だと避けられること多くて。4は死、9は苦に読めるから。そう。病院って4号室、9号室がないところが多いんだよ。そうなの？気にしたことなかった。全部ではないけどね。駐車場でも4番、9番がなかったりするよ。そういうのって言霊と関係あるの？直接同じかは微妙だけど、悪い意味の言葉、音を避けるっていう感覚はつながってると思う。言葉の音に意味を感じてるんだね。ちょっと最初の話に戻るんだけど、ルフィの話？そう、日本のアニメって主人公がよく宣言するじゃん。海賊王に俺はなるみたいな。あれって毎回言ってるよね。一回言って終わりじゃなくて。確かに何度も言う。技の名前を叫ぶのもそうだよね。ゴムゴムのみたいなやつね。言うことで技が発動する。あれって言葉に力を込めるって感覚、糸玉にめちゃくちゃ近い気がしない？言ったからには絶対やるみたいな。そうそう、自分への約束になる感じ。アファメーションって海外でも流行ってるけど、日本には昔からその考えがあったんだね。うん、形は違うけど根っこにあるのは言葉の力だと思う。でも実際、現代の日本人が言霊を本気で信じてるかっていうと、どうなんだろう。魔法だとは思ってないと思う。そこまで意識はしてないかも。でも言葉って大事だよねという感覚はやっぱりあるかな。悪口を口にしたくないとか。そう、人の悪口を言うと自分に返ってくるみたいなこと親に言われたことない？あるある。口は災いのもとってやつだ。まさにあれも言霊的な考え方だよね。ネガティブなことを言い続けてると本当にそうなるみたいな。うん、言葉が思考に影響して行動に影響して現実になっていくみたいな。スピリチュアルというよりは心理的な話でもあるよね。そうそう、言葉が自分自身に影響するっていうのは結構科学的にも言われてることだし。そう考えると日本語って言霊的な言葉が日常にたくさんあるよね。あるよね。お疲れ様ですとか。あれ意味だけ考えたらあなたは疲れていますみたいだけど、実際は全然違う使い方だよね。確かに、お疲れ様って言われて、いや、疲れてないけど、とはならないよね。よろしくお願いしますもそうかな。直訳したら意味よくわかんないけど、言うことで関係が作られる。そう、いただきますも前回やったけど、あれも言葉を発することに意味がある。誰かに言ってるわけじゃないけど、言うことで何かが変わる感じがする。言葉って意味を伝えるだけじゃなくて、空気を作るんだよね。ああ、言霊ってそういうことか。うん。日本語を勉強するとき、意味だけ覚えても、どんな場面でどんな気持ちで使うかがすごく大事で、それって言霊の考え方とつながってると思う。やっぱり言葉の後ろに文化があるんだね。あとさ、
言霊って名前にも関係あると思う。名前、確かに。日本って名前に意味を込めるじゃん。例えば、優子だったら、優しい子になりますようにとか。希望を持って生きてほしいとか、名前そのものが親からのメッセージだよね。それってまさに言霊だと思う。言葉に願いを込めてる。同じ読み方でも使ってる漢字で込められてた思いがそれぞれ違うような気がする。確かにそうだね。漢字はとても大切にしてると思う。芸名を変えるときも画数で運気を変えようとする人いるよね。いる。この名前の画数が悪かったから変えた、みたいな。これも言霊の考え方の一つかな。名前の音や意味が自分に影響するっていう。自分の名前って一番よく呼ばれる言葉だもんね。そうそう。毎日何回も呼ばれる言葉。だから良い意味の名前をつけたいっていうのはすごく自然な感覚だよね。言霊を一番身近に感じられるのってもしかしたら名前なのかも。さて今日は言霊について話してきました。言霊は言葉に魂が宿るという日本の考え方。受験で落ちるを避けたり、アニメの主人公が宣言したり、日常のいろんなところに出てくる。魔法というよりは言葉が思考や行動や関係に影響するっていう感覚として今も生きてる。皆さんの国にも言葉には力があるという考え方はありますか？あと好きなアニメのセリフがあればぜひコメントで教えてください。〇〇に私はなる、〇〇に俺はなるみたいなやつ。おー、聞きたい。それでは皆さん、今夜もありがとうございました。レイトナイトジャパニーズチャットでした。また次回。またねー。